そこでプロデューサーがね、こう言った。篠沢ヒロがライブをします。これからここでってさすがの私もちょっとキレそうだった。でも許す。一緒にピンチになってくれたから。いつもながら篠沢さんのお話は刺激的ですわね。今更だけどいいの？プロデューサーさんとヒロちゃんの大切な思い出を全部私たちに話しちゃって。いい。友達にしか教えない秘密の話。それにね、全部じゃない。ちゃんとあるから。チナと梅にも教えてない。私だけの思い出。プロデューサーにも教えてない。私の気持ち。話すのが下手で伝えるのが下手で体が弱くてすぐ倒れる。そんな私に一番向いてないと思ったから。どんなに成功しても安定も安泰もない仕事だから、いつか聞かれるだろうって思ってたから、用意していた回答を伝えた。嘘なんて一つもない本心からの答え。あの人は少しだけためらってから。鋭い。さすが私のプロデューサー。だけどいつもなら担当アイドルにここまで踏み込まないよね。そんなシチュエーションにドキドキしていたからかもしれない。笑わない。ついそう言っちゃった。ね、可愛くなりたかった。こんなに恥ずかしいのは初めて。この人は私の秘密を聞いてどう感じたんだろう。考えるとどんどん顔が熱くなって頭がぐるぐるして、刺激的すぎる初体験に翻弄されていた私にあの人は笑ってそう言ってくれた。それだけじゃないこともあろうに、とんでもないことを言い出した。あ、これは梅たちにも教えたかも。とっくに知ってたけど、私のプロデューサーはかなりの性悪。そういうところが好きだから。そのお願いははぐらかした。だってずーっと一緒だからね。プロデューサーヒロちゃんと思い出を語り合う会しよう。今日もチナと梅とプロデューサーの話で盛り上がった。それで何？そうなんだ。梅の声が大きいから後で叱っておく。はーい。これからはちゃんとチナの部屋で秘密の話する。その顔いいね。渋い。ヒロちゃんと思い出を語り合う会しよう。プロデューサー質問。篠沢ヒロをプロデュースしていて一番ドキドキした瞬間は？思ったのと違う。
当日も全く同じことを言われたね。私の気持ちを尊重して、だけど心配もして、プロデューサーはいつも渋い顔でグラグラしてくれている。そういうところが好き。不意打ちはずるい。そういうところは嫌い。頑張ったからねぎらいの時間が欲しい。じゃあプロデューサー、ひろちゃんと思い出を語り合う会しよう。今度は私が恥ずかしい秘密をプロデューサーによって暴露されちゃう番。アイドルとプロデューサーは対等な関係。公平に行こう。この前と同じ要領で。はい、どうぞ。悩ましい。私の人生で一番難しい質問かも。あなたのプロデュースはいつもいいと悪いが表裏一体。私を苦しめて喜ばせるものばかり。たまにオフ、これはやりすぎってなるよ。プロデューサー、最初は私に付き合って仕方なく無茶ぶりしてくれているのかなって思ってた。そんなことはなかった。あなたは好きでやってる。ね。あなたが私にしてくれた一番素敵なプロデュースは、きっと篠沢ヒロにあなたの夢を分けてくれたこと。だとしても構わない。趣味は夢に劣らないって、そうあなたは言ってくれたけど、本物のアイドルに触れるたび、私は夢が羨ましくなっていった。あなたがくれた夢は、私の趣味をもっと輝かせてくれたよ。ありがとう。プロデューサー、夢も趣味も楽しんでいこうね。